斬新です。豚汁です。原千ということで始まりました原千ラジオ、原田専門家でございます。もうね、2つ目の韻はどうでもよくなってる豚汁と、一応入ってるか。豚汁ね、みんな大好き豚汁ですということで始まりました。この番組は、日々思ってることや好きな漫画や映画、見た映画とかね、テレビの感想、裏側なんか、それから何ですか、本とかね、漫画とか、そういったことをお話ししておりますので、ぜひ何か気になる、気になった、気に入ったことがあれば、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますということで、今日お話しするのはこれですね。若者に言いたい。何かそうですね。こう自分を変えなくちゃならないとかね。自分を変えたい。変身願望というか変わらなくちゃいけない。自分探しに出ちゃったりもねしますけども。失礼。変わらなくちゃいけない。人は簡単に変われますよ。変われないとも言いますけどもね、変われるとも思っております。それはもう非常に簡単なことで、人は変わることができます。そうですね。答えを先に言ってしまうと、習慣を変える、ルーティーンですね、を変えることで、周囲の状況も変わってきますから、徐々にではありますが、変えられることはできます。例えば本当に簡単なことから、そういったルーティーンというかね、習慣を変える、例えば喫煙とかでもそうですよ。喫煙、飲酒、禁酒ね、タバコをやめたい、禁煙したいとか、何かやってることをやめたいとか、新たに何か始めたいとか、そういったこと、自分を変えたいと思った時にまず取り掛かるのが、手っ取り早いのはもう本当に環境を変える。引っ越しとかねするとガラッと環境が変わりますから、でもなかなかそれはすぐにね取り掛かれるようなことでもないので、本当に簡単なことから。それ何かといったら、もう朝見る番組のチャンネルを変えるとか、それだけでね、毎週楽しみに見ている番組の裏番組を見るようにするとかね、そういったもうテレビでしかないですけどね、どれだけ僕がテレビの影響を受けてるのかっていうのは分かりますけどね。それこそヤンジャンをずっと買ってたけど、もうヤンマガに切り替えるとか、そういったことで、自分の身の回りのそういった習慣、風習、ルーティンですねを変えることで、生活様式も変わってきますしね。新しい生活様式なんて言われておりますが、そういった習慣を変えることで、自分が徐々に変わっていきます。それはある程度目的を持ってね、やらなくちゃいけない。目的意識を持ってね、目的を持つまでは言わないです。目的意識を持って、例えばそれが本当に禁煙したいであるとかね、何かそういったものがあれば、例えば貯金をね、したいとか、目標金額を決めるとかね。でもなかなかずっと今までしたいと思ったけどたまらなかったみたいな時も、その毎日の習慣を少しずつそうするために変えるんだという意味を込めて、毎朝目覚ましテレビを見てるけども、いや貯金をするために、裏番組な、スッキリじゃないな、何でした、おはよんじゃないがね、それを見るとか、グッドラックをずっと見ているけども、これは3月に終わりますからあれですけども、特ダネを見るようにしようとかね、そういったことで、そういった習慣、自分の中に染みついている習慣のどれか一つ、本当手軽なことでいいですよ。本当にテレビを、この番組を毎朝ね、何の気なしにずっと見ていたからみたいな感じでつけていたものを変える。
というとこから始めると意外に簡単に人って変われますよというね、これは本当に僕の経験談からね言えることですし、多くのいわゆる何ですか、自己啓発本なんかにもそういったこと、ああいうの読むと読んだことあるのかな、読んだことはありますか。引っ越しをしてね、自分の環境を変えるとかね、もういきなり無理でしょそれね。急にそんな明日引っ越すとかね言われても無理なんで、こう身近な環境を少しずつ、もう部屋の模様替えとかでもいいですよ。本当に本棚に入れている本を入れ替えるというか、順番を変えるとかね、こう視覚的に西の方を向いて座ってたものを東の方に向き変えるとかね、北でも南でもいいですけど、そうするとちょっと向きを変えるとか、部屋の模様替えであるとか、あとはね、着ている身につけている服のセンスをこうガラッと変えてしまうっていうのも、髪型をガラッと変えてしまうっていうのも、これはもう非常に大きくね、見た目的にも気分的にも、毎日鏡見ますからね、変わってきますよ。本当に、ずっとね、何ですか、襟付きを着てなかったけども、襟付きのシャツを着るようにするとか、それだけでもう随分ね、人の印象というのは変わりますし、見られ方がこう見られているのかなって思う自分も意識が改革していくはずですからね。これはもう全て私の経験談というか経験則というかねでありますんで、ぜひぜひそういった本当に身近なところを変えて、服装とかね、急にガラッと変えてとか思うかもしれませんけども、どうしちゃったのってね、知ってる人に対してはそう思われるかもしれませんけども、ほぼね、外出歩いて知り合いに会う確率よりも地元でずっと生活してたらあれなのかな、知り合いにねパタリと出会う確率よりも圧倒的に知らない人の方が多いわけですから、そういった知らない人が普段そんな格好お前してねえのにどうしちゃったのとは思いませんからね。初見で、印象は決まるんですけども、大体ほぼね初めて会うというかすれ違う人ばかりですんで、そこはあんまりね気にする必要はないと思いますね。急にこうなんていうんですか、服のジャンルというかね、ヒップホップ系のダボっとしたパーカーを着出したりとかね、そんなことでもあんまり知り合いにパタッと会った時でもそうね突っ込まれていやいやみたいな話にはなるかもしれませんが、ほぼ初めてというか知らない人ばかりなんでね、すれ違った人ヒップホップ好きなのかなとかね、その程度ですよ本当に。でその程度で自分の意識改革ができると思ったらそういったところね、部屋の模様替え、見る番組を変える、それから服装髪型を変えてみるなんてことで簡単に人は変われるというかね、いい方向にね変えていこうじゃありませんかって思いますよね。だから服装とかね、それこそ身につけるアクセサリー、サングラスであるとかそういったものでもガラッとね変われますよ。だからなんていうんですかね、スイッチが入るというかね、清志郎さんなんかもお化粧してねステージに立つようになって、あれがある種スイッチですよね。派手な格好をしてとか、普段はそこまで派手な格好してませんけども、あれがステージに立って、歌うスイッチを入れるわけじゃないですか。それこそお笑い芸人さんなんかでもね、衣装一つでもそうですし、ある種それがトリガーとなってね、こう芸人のスイッチ、引き金が引かれるわけですよ。で、芸人としてのなんていうんですか、スキルというか、がこう放たれるわけですね。で一方その衣装を脱いだり、メイクを落としたりすると普段の自分に戻るとね、
ある種そういったトリガーを持っていますから、まあ何か変わりたいけど自分を残しておきたいって思った場合は、そういったトリガーとなる引き金となるアイテムなりメイクなりを身につけてやってみるっていうのは一つ手かもしれませんね。なので意外にね、とは言っても僕はこういう性格だからとか思いつつも、まあね、本当に簡単にというかね、そういったスイッチやトリガーなどはゴロゴロしておりますから、そういったものを身につけてなってみたいとかね、してみてもいいんじゃないですか。バイトの衣装というかユニフォームもそうですよね。コンビニのユニフォームとかあれ着たらねスイッチ入るでしょ。品出しをしなくちゃいけないとかね、普段それ抜いたらもうそのこと考えないでしょ。まあそういったようなスイッチとなるような身につけるアイテムなんかを用意してもね、簡単に意識改革とかね、気の持ちようですわ。でも本当にといったところで、まあそういった自分を変えるには何もそんな難しいことじゃないですよというお話。ぜひね、若い方に若い方限定じゃないですけどね、年いっても全然そんなもん変わりますよ。だから森会長のああいうような発言もね、環境を変えるというか、見てる番組を変えるというか、撮ってる新聞を変えるであるとか、そういったこと一つで、ね、雑誌、ポップティーンなんかを読むとかね、そういうことをするだけでね、まあ、意識っていうのはすごく簡単に変わりますから、ね、とは思いますね。といったところで、今日は、簡単に変える方法のお話でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。